こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2025年7月に Xbox で新発売となる期待作と発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介します。ゲームパスタイトルに関しては動画の後半にまとめてご紹介しますね。メカブレイク7月2日発売、基本プレイ無料です。未来の世界を舞台に SF メカを操縦して戦うメカアクションゲームです。今年の3月に Xbox でベータテストが行われていましたね。操縦できる機体は攻撃型や格闘型、狙撃型、支援型など様々な種類が存在し、3対3や6対6でのオンライン対戦の他にも PVPVE モードを楽しむことも可能となっています。力、スピード、一斉放火をテーマとしたスピード感のある高速メカアクションを堪能できる作品ですね。レディー・オア・ノット7月15日発売、定価5850円です。アメリカの特殊部隊 SWAT を題材にしたタクティカル FPS ゲーム。最大5人のプレイヤーで協力し、テロリストに占拠されたホテルや病院を舞台に人質の救助や対爆弾テロといった危険な任務に挑んでいくことになります。また今作の難易度は難しめな調整となっていて、少しの被弾でも容赦なく命取りになってしまう他にも、弾丸の貫通の仕方や上弾などを正確に再現しているなど、リアルな描写にこだわっているとのことです。フレンドと一緒に遊ぶと盛り上がるタイトルになりそうですね。エデンズゼロ7月15日発売、定価8778円です。真島ひろ先生の漫画原作でアニメも放送された作品のゲーム化タイトルとなりますね。本作は少年四季の大宇宙を巡る冒険が描かれる三人称視点のアクションゲームとなっていて、様々な仲間たちとの友情や強敵たちとの戦いを描いた原作ストーリーを体験できる他にも、広大なフィールドを舞台にゲームオリジナルのストーリーが展開する多数のクエストも存在。バトルの方では8人の個性豊かなキャラクターを操作することができ、近接格闘や遠距離射撃、武器攻撃に魔法攻撃など、キャラクターごとに異なるアクションを楽しむことができます。真島先生のゲーム化作品、Xbox では初めてのリリースとなりますね。シャドウラビリンス7月17日発売、定価3960円です。パックマン生誕45周年記念作品の今作は、なんとメトロイドバニア、そしてダークに作られたパックマンの最新作となります。ゲームシステムは 2D の探索型アクションとなっていて、エリアを探索することによって空中ダッシュや必殺技などの能力を取得することが可能。そして新たな能力を駆使してより深くへと探索を進めていけるような作りになっています。基本の形態は剣士の姿ではあるものの、特定のレーン上を走行できるミニパック形態や圧倒的なパワーで形勢逆転を狙えるガイア形態なども存在します。ミニパック形態でしか避けられないボスの攻撃もあるとのことです。なお難易度は高難易度ゲームが好きな方でも満足できるような作品になると明かされているものの、アクションが苦手な方向けのフォロー要素も含まれると発表されています。メトロイドバニア好きなので今作注目しています。ロボコップローグシティアンフィニッシュドビジネス7月17日発売、定価3520円です。2023年に発売されたロボコップローグシティの後日談となる FPS です。定価はお安めですが、前作の DLC ではなく単品でプレイすることができる新作となっていますね。本作では映画に登場しなかったオリジナルのロケーションを舞台に、ロボコップの世界観やアレックス・マーフィーの過去がさらに掘り下げられていくこととなります。また新たな冒険を体験できるだけでなく、特殊な効果を持った新武器や新たなる強敵、そして派手な一撃で犯罪者を倒すフィニッシュムーブなど、様々な新要素が加えられています。キリングフロア3 1月24日発売、定価4850円です。最大6人のプレイヤーで協力し、容赦なく押し寄せる敵の大軍を倒して生き抜く FPS シリーズの最新作ですね。当初は3月の発売予定でしたが、延期となっていました。具体的には、ベータ版で受けた様々な意見を受け、パフォーマンスや安定性、
ユーザーインターフェースにライティング、武器の使用感などの修正が行われたとのことです。本作は8年前の2017年に2が Xbox One でリリースされましたが、日本では未発売だったんですよね。しかし最新作の3は日本国内でも発売される形となります。私は海外版の2を遊んでいたので、日本でも発売されるというのはすごく嬉しいですね。3では前作よりも過激になったコア表現が特徴となっていて、敵が細かく V 欠損するようになっているとのことです。ヘッドショットした時の頭の開き方にまでこだわっているんだとか。協力型 FPS 大好きなので、今作も楽しみにしています。忍者ガイデンレイジバウンド7月31日発売、定価未定です。忍者ガイデンの最新作となる 2D の高難易度アクションゲーム。本作はレトロな忍者龍剣伝の世界観と最新の忍者ガイデンの激しさを融合したスピード感のある作品となっています。開発はなんと高難易度 2D アクションゲームの傑作、ブラスフェマスの制作チームが担当。本作では竜はやぶさがアメリカに飛び立っている時のはやぶさの里を舞台に、主人公の若き忍者ケンジモズの戦いが描かれます。動作キャラクターにはケンジだけでなくくのいちのくもりも存在。システム面の方では覚えるのは簡単だけど極めるのは難しいを特徴としていて、忍者がファンも満足できるようなゲーム体験を得られるような作りになると好評されています。ブラスフェマスは本当に見事というべき完成度を誇るメトロイドバニアだったので、本作めちゃくちゃ楽しみにしています。早く触ってみたいです。ここからは発売日初日からゲームパスに対応することが決定しているタイトルをご紹介します。トニーホークプロスケーター3プラス4、7月11日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。2001年と2002年にリリースされた2作がリメイク版となり復活。リメイクにあたって新マップの追加に新たなスケーターにトリック、BGM も収録。さらに今作はクロスプラットフォームのオンラインマルチプレイに対応し、最大8人のスケーターでのプレイが可能。対戦を行うこともフリースケートでいろんな場所を自由に走行することも可能とのことです。ホイールワールド7月23日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。自転車乗りの主人公として美しい景色や隠された秘密が眠るオープンワールドを探索していくアクションゲーム。世界中を探し回ってレアなパーツを入手して相性をアップグレードしたり、ライバルたちを相手にレースしたり、伝説のパーツを取り戻し世界を救う展開なんかも待ち受けています。民末うつろの羽7月24日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。中国の明朝末期のダークファンタジーの世界を舞台にしたソウルライクアクション RPG です。記憶喪失の女海賊として疫病とモンスターがはびこる世界を舞台に、多彩な武器や戦闘スタイル、古代の銃器などを駆使して兄弟で残虐な敵たちに立ち向かっていくことになります。エンディングは複数存在し、プレイヤーの選択肢や発見した秘密によって展開が変わっていくとのことです。グラウンデッド2、7月29日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。オブシディアンが手掛けるウラニアを舞台にしたサバイバルゲームの続編です。本作では食料や資源を集めて道具や拠点を作成し、探索を行いながら昆虫たちと戦っていくことになります。オープンワールドの舞台は前作よりもさらに広大に、また虫を乗り物にして乗ったまま戦ったりすることも可能となっているとのことです。ということで今回は2025年7月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。